Excuse me? 影明様、ごきげんよう。いや、なんとも熱烈な歓迎でございますな、湊様。この際あなた様のことを少々甘く見ていたのやもしれませぬ。まさかこういううちのお嬢様に通じる酷烈なギャグセンスをお持ちであったとは。何故に。昨日の内側に潜んで待っていたところに影明様の襲撃とおぼしき轟音が聞こえたので、私たちも動き始めたのですが。
潜入に使用した経路が施錠されてしまっておりましてな。どうにか船体の天井裏までは降りて、さてこれからいかにと悩んでいましたところ、突然足元で爆発が起きて。ほう。ありがたいことに天井板に大穴が開き、嬉しいことに3メートルも落下して床に激突しつつ脱出を果たせ、感動的なことにそこには港様と火のついたコンロと異様なガス臭が。人生最大級のスーパーハッピータイムよね。まるで仏滅とワルプルギスが一緒に来たみたい。そうですか。お役に立てたようで何よりです。本当に？よきかなよきかな。態度、彼は何？それが、この方は飛行艦の本来のキャプテンなのだそうです。キャノン中佐が作戦のために船だけを接収しようとしたのに抵抗して強引に上艦したものの、結局作戦には加えてもらえず、仕方なくここで管を巻いているようです。は、なるほど。キャノン中佐も酷な真似をなさる。飛行艦の艦長が船を愛すること、海の同業者にも劣りますまいに。ほんとね。中佐にしてみれば機密保持のための当然の措置なのでしょうが、しかし、すると彼が何やら要求しているのはお酒です。こんな水臭いエロもどきでおるか。温度の陣をどいとのお言葉。そう申されましてもね。いかがなさいましたか？
影明様、これを。これは鍵穴。しかし何のための扉かと。扉？ご覧くださいまし。床のこの辺りの50センチ四方。ぴったりと合わさってはいますが、よく見てみると筋がありません？では大尉殿、この下には何かがあって、そしてそれはこんな方法で隠さなくてはならないものということになりますね。切り破って。うわ、危険が大きすぎますか。そうですね。万一のことを考えますと、急がば回れの戒めに従って、ひとまず鍵を探してみましょう。了解です。お待ちを。何か中に誰かおりまする。武装した兵士ですな。何かを探している様子。隠れている人間がいないのか。まあさようかと。どうしましょうね。わざわざ衝突することもありません。ここは後に回し、別の場所を調べましょう。とも参りませぬようで。侍従殿、来ますぞ。しまった。容赦なし。でもそこにしびれる、憧れる。さすがは湊様。獅子はウサギを狩るにも全力の心得でございますな。
ら？影明様、あれを。ん？隠し棚ですかな？そのようです。イングリッシュジーンですね。まあまあ悪くない品でございます。されど港様、お飲みになるなら何かで割られた方がよろしいですぞ。飲みません。キャノン中佐、どうだった？後部ブロックの倉庫です。敵機はそこから壁を破り船内に侵入した模様。やっぱ侵入されてたか。どこのどなた様だい？あと一歩ってところだよ。やはり六原のものでは。一機だけでか？絶対にありえない話じゃないが、それより可能性があるとすればあっちかね。中佐、ご指示を。後部ブロックに増援を回しますか？いや、今は投下準備を急げ。艦内兵力はその防衛に集中。侵入者の制圧はそっちの方がついてからでいい。俺が直接向かう。了解。一日一膳？そんなところでございましょうか。しかし我々この状況でえらい余裕ですな。
影明様、もしかしてと思ってはいましたけれど、本当にそっち系のご趣味でしたの？ハードコアでございますな。しかしお嬢様、どうやらそれはついでのことで、主の目的は別に終わりのようですよ。あ、なるほど。ありました。グッジョブ。お手柄でございますな、港様。ご褒美にそのまま続けてどうぞ。何をですか？大尉殿。ええ。時だ。来たれ、我が神よ。ございましたな。これが。ええ。横浜基地の中で一度遠目に見ました。おそらく間違いはないかと。そうそう。そのまま動かずにいてくださいな。何の真似だ。招かれざる大和人。これが何かキャノン中佐から聞いていらっしゃらないの？あら、でもそうか。警備隊にこんな機密まで教えておく必要はありませんものね。けれど危険物だってことくらいはご存知でしょ？それは聞いている。危険も危険。これは今から不堕落城に落としてみんな根こそぎ消し飛ばしてしまう予定の新型爆弾です。なんだと？
だから動かないでくださいまし。どなたかが一歩でも動いたらズキュンと言ってボッカーン。我々全員空の塵でございます。インデンブルク号以来の大惨事として歴史には記されましょうな。でたらめを。真っ赤な嘘と断定できる根拠は終わり？これは純然たる忠告として申し上げますが、キャノン中佐にお伺いを立てられてはいかがでしょう。その必要はない。それが本当に貴様らの言う通りの爆弾だとしても、銃弾の一発程度で起爆するようには見えんぞ。あら、ほんと。そういうわけですから、影焼様。はいざとなったらこの爆弾叩き切ってくださいませ。御意。何？親切なお人ですな。大丈夫だと思ったならすぐ行動してしまえばよろしいものを、わざわざこちらにご助言くださるとは。先ほどの忠告の返礼でございますかな。英国紳士の名に恥じぬ見事な振る舞いと申せましょうぞ。影焼様、はい。このまま時間を稼ぎましょう。そうですね、10分ばかり。それから爆弾の安全な返還と引き換えに私たちの解放を要求するということでいかが。10分でよろしいのですか？それだけあれば船はどうしたって不堕落上空を行き過ぎてしまいますもの。落としたくてももう落とせません。しかし飛行艦はホバリングが可能です。それに行き過ぎてしまってもまた戻ってくれば済む話では。六原もバカではなくってよ、影焼様。不堕落上空で進駐軍の飛行艦がいつまでもうろうろしていたらさすがに怪しむでしょうし、そんなリスクを無視して作戦を強行できるキャノン中佐とも思えません。なるほど、道理です。では10分間。ええ、10分。この形を引き伸ばせれば私たちの勝ち。これが実は爆弾と見せかけてこの船を守るフィギュアヘッド長身ウパニチャッター様でしたとかいうミラクルアンラッキーなオチが待ち構えていなければだけど。大丈夫ですよ、お嬢様。星占いによると今月の魚座生まれは幸運に恵まれるそうでございますから。本当？は、ただし恋愛運は未来永劫最低を極めるとのこと。なんでよ。彼らが制圧に踏み切った場合はいかがなさいますか、大尉殿。その時はさっきお願いした通りになさってくださいな。本当に切れと？運があれば爆発もせず爆弾が機能を失うだけで済みます。魚座の運勢にかけますか。運つたなく爆発させてしまってもこの際構いませんでしょう。正規の手順による爆発ではありませんから威力も相当に目減りするはずです。加えてここは航空、おそらく地上に被害は及びません。つまらないことを考えてらっしゃる？船のどこかにパラシュートの備えくらいはあると思われます。大尉殿、この場は自分にお任せいただき。そんなものを探している暇があると思われますの？しかし。しかしはなし。
されど大尉殿、こたびの試みはそもそも自分の信玄が原因です。始末はこの身一つで追うのが筋。大和の将来のあり方について思うところを聞かせてくださったのは景明様。それを聞いてこうすることを決めたのは私、景明様が言われるような筋なんてございません。しかしは禁止。それでよろしいのですか？良い悪いの話ではありませんの。私は大鳥、この国のためにすべきことをする。それは私の義務なのです。血が命ずる定めです。景明様こそ私に付き合わなくてはならない義理などなし、お逃げになっても結構ですのよ。冗談は糸目だけにしていただきたい。失礼。しかし大鳥隊、自分の信念はすでにあなたの掌中へお預けしております。大尉がこの空に散られるのならば自分も従うまでのこと。景明様には景明様の使命が終わりでしょうに。銀星号のことをお忘れになったの？全く忘れておりません。ですので大尉、この場は是が非でも無事に切り抜けていただきたい。大尉殿が生き延びてくだされば自分も我の追跡を続けられます。まあそういうことですかな。なるたけ死なないように頑張るといたしましょう、お嬢様。そうね。という次第で内緒話タイムは終了いたしました。こっそり背後に回ろうとなさるのはおやめになった方がよろしいですよ。そうか。あと3秒あればどうにかなったんだが。中佐！ご苦労さん。あとは俺が引き受ける。はっ。さーて、大鳥隊員に長倉軍属、そして港景明か。どうやってここへなんて聞くだけバカらしいな。どうしてなんてのはなおさらか。あら、決めつけはよろしくありませんことよ、キャノン中さん。人生は意外性の連続ですもの。うん、まあそうだな。じゃあ意外性に期待してみるか。お三方、ご来船の目的は？朝の散歩に、たまには空でというのも一興かと思い立ちまして。それは健康的なことだ。しかし大して面白くもなかったろ。これから面白くする予定ではありませんの、中さん。どういうことかな。花火大会をなさるんでしょ。風の噂で耳にしましてよ。風の噂か。ジョージ、天国から見てるか。お前さんが江ノ島でくたばっちまって以来、うちの課の情報管理はこんなざまだよ。花火ね。確かにでかいやつを一つ撃ち落とす予定だが、見たいなら事前に申し込んでほしかったな。せっかくの客だ。こっちだって最高の席を用意して差し上げたいが、急に来られちゃそうもいかない。客人に礼を書くのは紳士の恥ってものだ。非礼はこちら、どうかお気になさらず。それに私どもは見物に参ったわけではありませんし。おお、他に何か目的が？
実は花火に水をかけてしまおうかなと思いまして、このように。おいおい、勘弁してくれ。そんなことをされたらせっかくの花火が使えなくなってしまうじゃないか。そうしたいんだと申し上げたら。なんてこった。君は理解者だと信じていたんだがな。そうですね。少なくとも完全な反対はしておりませんでした。けれど考えが変わってしまいましたの。どんな風にだい？ジョン・ルル、Go home。エクスクリュージョニズムなんて流行らないぞ。来るだけなら歓迎もできますけれどね。土足で踏み込んだ挙句に表札まで書き換えるつもりのお客さんには笑顔を向けるのも限度がございましてよ。しかしそれはあなた一人の決意ではないな、レディ。誰かにそそのかされたんだろう。そこの彼かな。君の笑顔を俺から奪った憎い奴は。ご明察。でもそそのかしたなんて人聞きの悪い。私と影明様は真実の愛で結ばれておりますのよ。騙される女はいつも同じことを言う。そうですね。確かに。なんでこんなところで揃って同意？貴婦人、君の要望はできうる限り聞き入れよう。俺は強量な男ではないつもりだ。こちらへ戻ってくる気はないか？未練でしてよ、中佐。女の気持ちは移ろいはしても過去に戻りはしないものなのです。それが殿方との違い。なんてことだ。もう取り返しはつかないのか。許しがたい男だな、港影明。決闘を申し込むしかなさそうだ。さて、白手袋はどこへやったか。引っ張れるのはここまでか。だが十分だろう。君らにここから脱出するだけの力があったとしても、今からではどうにもならない。さよ。魚座は運勢上り調子とあったのですが、あ、そういえばヤギ座は運気絶滅でございました。まさか。自分です。君らはいいところに目をつけた。だがほんの少したどり着くのが遅かったな。それはザ・ガジェットの保管機だ。もう空っぽの。中身はすでに船を出た。君たちは間に合わなかったんだ。ミド、いかがした？空より来たる力のたまり。この光を到着するか。
んなあたりにまで爆風が来るのか。技術者どもめ、いい加減な仕事しやがって。ウォルフ教授、危険です。何かに捕まってください。そんな、爆発してしまった。はあ、神よ、神よ、あなたは遠い。何なんだよ。何だってんだよ、あれは。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。城がねえ。不堕落城がねえぞ。大鳥救助。これはいかなる。これはいかなる。長倉の翁が柳庭に連絡をよこしてきた時はまさかと思ったが、やってくれたな。この大和の大地に白豚めら。シシク、説明をせよ。国内殿下、そなたは世をさらい城より連れ出した。そしてこの市議、あれもそなたの仕業なのか。不堕落を、幕府を滅ぼさんとしてか。まことそのような疑念をお持ちならば、殿下、今この場にて我が首をはねられよ。ならばこれは進駐軍どもの仕掛けしことにございます。なんだと。フォージドボムと申す新型兵器のよし。奴らはこれにて六原を一掃し、この国を奪わんと企てたのでありましょう。でももはや我らは。しかし奴らは仕損じました。何。我ら六原の主足利四郎国氏殿下はここにお発します。殿下の将四宿はこれにあります。六原100万騎が最精鋭、奉公衆並びに馬屋衆も付き従っております。さらに我が騎下笹川軍が健在でございます。六原は滅びておりませぬ。殿下、この四宿必ずや御身をいただき剣道頂来いたしまする。故にどうか一時の恥辱を耐え忍び、我がもとに御身を預けられませ。そなたの両国へ落ちよと申すのだな。はっ、今は合図へ。お客人、昼げは済まされましたのかな。これは長倉王。昼なら先ほど十分に。あの柿の浸し物は絶品でした。どうか厨房の方に感謝をお伝えください。伝えましょうぞ。
今年は見知らずガキの出来がようございましての。板前も腕の振るいがいがあるようです。あれが名高い献上書き。帝のご商売に預かれるとは光栄の至りです。気に入っていただけたなら、晩にはまた思考を変えて出してくれるよう言っておきましょうかの。してお客人、どちらに参られますのかな。もしや、かなえ様のお部屋へ。そのつもりでした。差し支えなくば見舞いをお許し願いたく。そうだの。もうよろしかろう。しかし少々時間を潰してからになさりませ。かなえ様はまだ昼寝を終えられておらぬと思いますでの。そうですか。確かに。ではおすすめの通りにいたします。何度も追い払った挙句にまた待ちぼうけを食わせて申し訳ございませぬ。とんでもない。相手に迷惑をかける見舞いなど見舞いではありません。いちいちご忠告を下されたことありがたく思っております。いやいやいや、そのように言われては恐縮。お庭を歩かせていただくことにしましょう。食事を急ぎすぎたのか、いささか胃の心地が悪いので腹ごなしも兼ねて。そういえば随分とお早い。ご家風ですかな。いえ、別だ。普段はこのようなことはなく、今とてことさら迅速な感触を心がけたわけではないのですが。では無意識に戦場の心得が現れましたのかな。そうかもしれません。いつ何時敵に襲われるか知れぬとあらば、食事にのんびり時間をかけるなど自殺行為も同然ですからの。箸が早まるのは当たり前。しかしご案じ召されるな。当家が進駐軍のシャツ腹に取り巻かれるようなことは当面まずございますまいからの。おう、それは。先刻物見が戻ってまいりましてな。国境の養路は四宿目の手勢でアリの這い出る隙間もなく固められているとのこと。大軍を起こさねば突破は叶いますまいて。無論のこと、そうした事態は遠からず出退いたしましょうがの。今しばらくはご懸念に及ばず。
なたでございましょ失礼。港です。大井殿をお見舞いいたしたく参上しました。う。おお、これは良いところへ。どうぞお入りくださいまし。お嬢様、港様が参られましたよ。ん？大井殿。あ、影明様、来てくださったのね。ようございましたな、お嬢様。きっと一途な思いが天に通じたのでございましょう。ええ、よかった。最後にこうしてお会いできて。何をそのようにお気の弱いことを。こちらに座っても構いませんか？どうぞどうぞ、座布団をお出ししましょう。お気遣いなく。自分の体のことですもの。自分が一番わかってましたよ。影明様だって本当はお分かりでしょ。おいたわしや、お嬢様。茶受けは天ぷらまんじゅうでよろしいですか、港様。天ぷら？私の命が尽きるまでもう幾ばもありません。お戯れを。伝統ある会津名物でございます。冒険心旺盛な菓子屋のチャレンジング新商品ではなく、会津松平家の初代正行公まで遡る歴史がございます。冗談でこんなこと言えるとお思い？冗談ではないのですか？冗談のような真実でございまして。あの庭木をご覧になって、影明様。木？あの落葉樹が何か？葉が一枚残っていますでしょう。はい。300年以上も昔に信州で考案され、高遠の領主であった正行公の会津威風とともにこの地へ伝えられたとか。あの最後の葉が落ちた時、きっと私も死ぬのです。なので信州にも全く同じ菓子が伝統料理として伝わっているのです。まさかそのようなことが。世の中はまこと油断ならぬものでございます。信じていただけないのは当然ですけれど、でも私にはわかる。あの弱々しい一枚の葉は私の命そのもの。今にも落ちてしまいそう。しまいそうというか、今。さあ、港様、お召し上がりくださいませ。ではいただきます。なんとも独特な風味。ご無理をなさらず、お茶を使ってくださって結構でございますよ。濃いめに入れておきましたから。いえ、慎重に味わってみると案外。影明様、お別れの時が来てしまったのですね。最後のお願いを聞いてください。今電光のごとき速さで庭を飛び出して葉を元通りにして、また駆け戻ってこられませんでしたか、大井殿。夢のようなことをおっしゃらないで。港様、もはや今のお嬢様はそのような励ましの言葉さえ辛いのでございます。まんじゅうのおかわりはこちらでございます。ああ、神は何故お嬢様にこのような仕打ちを。いただきます。舌が慣れてくるとなかなかうまい。どうか影明様、あのまんじゅう、いえ、あの葉が落ちてしまう前に私の願いを。
全然落ちそうにないのですが。戻すとき、カゼイン接着剤で貼っつけておられましたからな。台風でも来ない限りはあのままでございましょう。影明様、どうかこんな私を憐れんでくださいまし。哀れむなどと。愛してくださらなくてもいいの。ほんのわずかなお情けだけで。それとも影明様のお胸の内には愛情がおありですの。愛情。私を愛してくださるお気持ちがありません。あ、落ちましたな、葉っぱ。お茶をもう一杯いただいてもよろしいでしょうか。どうぞ。少し濃すぎましたか。いえ、構いません。影明様、この哀れな女の最後の願いをどうか。そこまで巻き戻るのですな。自分に何か大井殿のためにして差し上げられることがあるのでしょうか。あります。影明様にしかできないこと。それはどのような。どうか聞いてもお笑いにならないでね。決してひまわの際とはいえ女の身でこんなことを殿方にお頼みするはしたなさは身が縮みます。お嬢様、雪を。影明様。はい。天ぷらまんじゅうがあと2個だけ余っておりますな。港様、よろしかったら食べてしまってくださいませ。ありがとうございます。私の命があるうちにあのまんじゅうが落ちる前に。もう落ちてますよ、お嬢様。いえ、落ちていません。お願いです。おや、先ほど確かに。落ちたのは。どうか最後に影明様の手で。まんじゅうが。歯です。この10銭玉3枚縦に積み重ねてください。かしこまりました。できたー！すげえこの技は修行しましたから。なんで？妹が得意だったのでつい張り合ってしまいました。おかしいですよ、ご兄弟。ちなみに妹は10枚いけます。超人だ！勝てる気がしない！とりあえず落ち着きましょう、お嬢様。お茶をどうぞ。葉っぱも1個余っております。いただこうかしら。お元気そうで安心しました。少々お元気に過ぎる気もしますが。ですかしら。銃弾を受けて幾日も経たぬお体とは思えません。当たりどころが良かったのでしょうね。もともと急所を外していたのは存じていましたが、それにしても生まれ故郷に戻ったからかもしれません。別にそれほど郷愁を覚えていたわけではないのですけれど、戻ってみるとやっぱり水や空気が体に合うのは感じます。ご飯も美味しいですし。なるほど。確かにそういったことは大きいでしょう。明日にはもう元通り動けると思います。何よりですが、ご無理はなさらぬよう。ともあれ、安堵しました。面会謝絶と伺った折は肝を冷やしましたが。あれは闇姿をお見せして無用のお気遣いをさせてはと私の方からお願いしてそう計らってもらったのですけど、
うまく伝わらなかったみたいで、いたずらに心配をおかけしてしまいました。申し訳もありません、影明様。いえ、大義。謝罪など全く無用のことです。そもそも大義殿のお怪我は自分の不覚から、こちらこそ幾重にもお詫びせねばなるまいと思っておりました。しかし大義、侍従殿。守備はいかがで？異論なく敵の移動手段を全て破壊しました。増援の到着は大幅に遅延するはずです。では今のうちに那須から白川へ抜けてしまいましょう。この辺りの安全は？確保したとはあいにくながら、早々に移動した方がよろしゅうございます。了解。大義殿。伏せて！お嬢様！大義殿、あのようなことをなされては困ります。お困りになる？はい。お命を無価値に扱われてはなりません。今後はどうかご自重を願います。無価値？はい。私の振る舞いは価値のないこと？ありません。ご自重を。逆だったら？立場が逆だったら影明様はどうなさいました？私をお見捨てになった？いいえ。我が力の及ぶ限り大義殿をお救いすべく働いたかと。それは理に合わないのではなくて？お言葉ですが全くの合理と心得ます。どうして？ご承知の通り、自分は大義殿の御手で裁かれるべきものです。自分が大義殿をお救いするならば筋は通ります。しかし逆では通る筋がありません。それは。けれど私は聖人でも神の御使いでもなくてよ、影明様。存じております。軍人として働き多くの命を奪いました。さようでありましょう。軍以外の場所でも殺めた人の数は影明様よりも多いかもしれません。あるいはそんな私が影明様に比べて上等だなんてことがありますかしら？上等下等はともかく大義もまた罪業深き方とお見受けします。ええ。いずれ罪の報いを受けられましょう。すでにお覚悟の通り。しかしそれは自分などをかばってのことであってはなりません。決して。なぜ？大義殿は己の手で冥府へ脅した人々が今ここに立ち現れたとして彼らの顔を正面から見返すことができますか？ええ。無力な老人を殺したことは終わりですか？
いいえ、痛いけな子供を殺したこと、いいえ、身体に障害を負い、歩くもままならぬ者を殺したこと、ありますまい。しかし、自分は、すべて経験があります。ですから、よろしいか、大尉。あなたは武人として相応の死をお迎えください。自分は卑劣漢として相応の死を遂げます。間違っても、今後は自分などのためにお命を危うくされませぬよう、このことしかとお願いいたします。うん。
冷えてきたな。もう師走ですからね。巡回の奴らが羨ましいよ。動いていた方がいくらか楽だ。三班と役目を代わってもらうか。あいつら川沿いの道を1時間に2往復はしてるがそいつは勘弁。あと30分で交代だ。我慢しろ。それにしても2頭のやつ遅いな。用を足しに行くって、あいつまさか詰め所まで戻ったんじゃ。ああ、ついでに火に当たってるとか。後で詰め所の連中に聞こう。もしそうなら沢の常駐警備に回してやる。多分長引いてるだけだと思いますけど、あの人ストレスがすぐ胃に来るタイプですから。そういやそうだな。あいつにはきついか今は。進駐軍と戦争だからね。班長、ジョンブルドも本当に来ますかね。来るさ。不堕落城があいつらにどうされちまったか知ってるだろ。聞いてますけど実感湧きませんよ。鎌倉から撤退してきた連中が口を揃えて言ってるんだぞ。城が吹っ飛んだって。どいつもこいつも夢でも見てるってか。俺だってそう思えるもんなら思いたいが、国氏様までこの会津にお移り遊ばしてるってのに、全部何かの冗談でしたで済ませるのは無理だろう。戦争だよ。もう始まったんだ。ここで合戦になるんでしょうか。どうかな。大鳥中将のご気性からすると、こっちが先手を打って横浜に押し出すって線もありそうだが。その方がいいですね。そうか。会津で戦は嫌ですよ。僕ここの生まれですから。そりゃ俺もだ。班長だって。うちの軍は大半がそうだろ。ああ、確かにそうだな。生まれ故郷で戦争なんてやりたいもんじゃない。それでも攻め込まれたら戦うしかないが。寒い。川沿いでもいいから歩きたくなってきた。辛抱しとけ。もう少しで。班長？今何か変な音がしなかったか？したか？いや、わからない。あの辺で硬いものが木にぶつかったみたいな音が。気のせいかな。いや、念のためだ。お前たち2人で行って確認してこい。了解。誰もいないね。いないよな。班長、特に怪しいところはありません。班長？あれ？どうしたんだろう。なあ、班長どこ行った？おい！なんだ？二人して僕をからかおうってわけじゃないよね。おーい！少しばかりお邪魔いたします。これはお気遣いくださいましたか？お好みに添えばよろしいのですけれど。実にこの肌合いは自分の思考そのものです。よかった。でも
どうしてその茶碗が影明様の趣味に合わせたものだとお気づきに？大殿のご趣味であれば京焼か絵唐津ではないかと思いましたので。残念。それは外れです。ならば死ぬ？嫌いではありませんけれども、私の好みなら楽焼きです。分けても黒楽が。それはまたストイックな。そうでしょうか。私にはむしろ世俗性の極致と見られます。あの漆黒が。ええ、まるでこの世の万物が溶け込んだよう。大殿、銀星号のことは間違いないのですか？はい、どうやら銀星号は確かに出現していたようです。爆弾が落とされたあの時、札落城に。そして爆弾はどうしたわけか、まあ新兵器なんてそんなものかもしれませんが、城塞全体を破壊はできず半壊させる程度にとどまった。それでも爆心地は砂漠化したそうですけど、銀星号はちょうどその爆心地に。断定はできません。ただ札落城の生存者は相当数いたにもかかわらず、爆発後に銀星号の姿や痕跡を目撃したというものは皆無なのです。死んだのでしょうか？わかりません。奇妙な噂もあります。とは？不審な一団が爆心地から何か光るものを掘り出し、それを携えて会津へ向かう落ち武者の列に加わったとか。札落城を脱出し会津へ入った幕府軍はどの程度の規模なのでしょう？それも正確には、けれど少なくとも万単位。笹川軍を加えて四宿に進駐軍との一戦を決意させるだけの戦力規模に達しているのは間違いありません。大鳥中将が進駐軍に挑むと GHQ の方で会津侵攻を企むのは理解できますが、笹川久保にすればここはまず手段を尽くして和平の道を探る局面なのでは。最終的な決裂は避けられずとも、いくらかの時間稼ぎになるならそれはそれで十分なり。彼は軍の再編に要する時間を戦金に変えてでも欲するはずです。ええ、普通なら。けれどあの男は違います。今朝国氏殿下と大鳥家現当主花江の婚約予定が発表されました。もちろんこれは四宿が六原の全権を掌握するための段取りです。御台所の一門であれば幕府を裁量しても何の不思議もありませんから、こんな請求な手段で権力基盤を固めるのは請求に権力を行使する意図があるためとお考えになりませんか？すなわちそれは進駐軍との決戦以外にないと。なるほど。会津に引きこもっていても道は開けない。健康一滴、一戦にて命運を占うべし。まあそんなところでしょう。しかしそれならそれで優先して済ませるべき問題が数多くあるのでは。自分を大樹家の外籍に据えるのが第一とは得心がいきません。そんなものは言ってしまえば形式です。笹川軍団を冷下に置く大鳥四宿にとってさほど重視する必要のある事柄ではないはず。その形式に肯定するのが四宿なのです。
形式、筋道、道理。それがあの男のすべて。骨の髄からの形式主義者。いや、しかし大義、そんな男が。彼の非凡なところは、形式に実質を必ず追随させる点にあります。形式と実質の間に差を生じさせません。婚約が執り行われるのはわずか3日後。シシクはそれから権力を握るのではなく、その時には全権限を握っています。六原全軍は統制を取り戻し、即時行動を開始するでしょう。3日後、婚約式が終わった瞬間にも。まさか。それがシシクです。だから、その前に手を打ちます。シシク個人の戦争にヤマトの運命を委ねはしません。あの男を暗殺します。足利森氏はすでになく、古賀、お弓、堀越の久保もおそらく今は不堕落の土。そしてシシクをも失えば、六原はもはや崩壊を避けられません。指導者たれる実力の持ち主がもういない。ええ。しかし大義、それは結局 GHQ を利するだけなのではありますまいか。統率を失った合図に進駐軍が攻め寄せてくる。はい。いや、そうか。攻める意味がない。そうなりますでしょ。シシクを失った六原は勝手に滅びてゆく。進駐軍の手はあえて必要ありません。無用の戦争をしても大和国民からの信頼が得られる道理はなし。GHQ は大和支配の戦略を一から見直さねばならなくなる。とはいえ、それも大和の固有軍事力が失われた状況なら、さして困難もないでしょう。ですね。けれどそこは、生き延びていただいた方に手腕を期待しても良いのではないかしら。頭を失った六原軍を手中に収める程度のことは。それもできず引きこもってるだけなんて、あんまりにも解消なしですもの。ねえ。ご本人にも言い分があろうと思われますが。聞いておきましょうか。影明様はいかが？どのように思われます？それがうなずけるものならば。ご遠慮なく率直なところをおっしゃっていただいて構いませんのよ。いえ、言葉を選んでいたのではありません。ただ、要は同じことだと。同じ？多数の人間を守るためと称して一人の人間に死を強いる。一心の判断でなす人命の計量、自分には馴染みの深い行いです。それと同じことを幾度となく繰り返してきました。村正の呪い。はい、何も差異はありません。いずれも等しくテロリズム。そうですね。確かに
全く違いのないこと。では、影明様のご決断は？私にお手を貸してくださる？はっ。大尉殿をお止めすることはできません。しかし、自分はご助勢をいたしかねます。わかりました。よかった。もし協力すると言われてしまったら、どうお断りすればいいのか困りましたもの。やはりあなたは、これを大鳥四宿との個人的な戦争とお考えか？ええ、そう。これは私とあの男との喧嘩でしかありません。国のため、民のためと言葉を飾っても、結局はそういうことなのです。影明様はこちらにおとどまりください。長倉のおじい様には私から言っておきます。いいえ。お許しあれば、自分も同行させていただきたく存じます。私に？けれど。はい。ご協力もお邪魔もいたしません。自分は自分の都合のために、笹川の公方府へ参るまでのことです。ご都合というのは？銀星号の生死が定かではありません。先ほどのお話によれば、不堕落の爆心地から何かが運び出されたとか、その何かが銀星号、ないしは銀星号に関わるものでないと、現状では断定が不可能です。では、それを確かめるために？はい。この目で見聞して、全く無関係のものであるならよし。また、もしそれが銀星号の遺体ででもあるなら、自分には確認する義務があります。了解いたしました。ご一緒に参りましょう。ご造作を。旅は道連れ、世は何とやら。師走の合図も連れ立って行けば肌寒さが和らぎます。きっと。復讐は虚しいなんてものの本に言うけれど、あなたはどう思う？と。ほう。ぽろりとそんなことを申されましてね。どう答えた？茶を吹き出して顔面にぶっかけてしまいました。むごいな、お前。いやいや、まさかあのお嬢様の口からそんな言葉を聞こうとは。夢にも思わなんだか。そうよな。かなえ様は少しお変わりになられたか？と見えますか？10年経つ。何も変わっていなければその方がおかしいのだろうが、あのお人は変わらぬ人間だと思っておったからな。ええ。変わらぬものを変えてしまうものが何かあったか。さて、あったのやもしれません。若いのか？屈折した御仁ですよ。そうよな。およそ人を幸福にできるような男ではなさそうだが、かなえ様と何か噛み合うものがあったか、それとも逆か。さて、男で変わるなら、かなえ様も凡白の女性であられたということかな。何より結構なことだが。変わりませぬよ。根は三つ子の魂100まで。変わるのは上辺だけ。大元はそのまま
発端から決尾まで誰も彼もが花江様も初めから根は何も変わっておらぬか。ならばいずれが花江様の根はどちらだな。さて、どちらでございましょう。影焼様？いえ、ふと考えを新たにしておりました。あなたに出会えてよかったと。お忘れ物などはございませんな。はい。では、行ってまいります。どうぞお気をつけて。さよ、かなえ様のことを頼むぞ。お任せくださいませ、お兄ちゃん。やめろ。おう、造作をおかけいたしました。何ほどのことはしておりませぬよ。お客人も壮健であられ。来年また柿を食いに来られたらよろしかろう。長倉のおじい様。はい。私はきっと大鳥の家を滅ぼすことになるでしょう。お心のままに滅ぼされませい。古き良き大鳥、美しき流れはすでに断たれました。まことに恐れながら、その短所はお先代様、かなえ様のお父君がつけられたのでございます。ええ。お志はともかく手段を誤られたために大鳥の翼は乱れ、知識のごとき者の台頭を許し、ご自身その手にかかられ、そして獅子目に握られた今の大鳥家中は、もはやかつての面影もなし。力に隷従する宗区の群れ、単なる軍閥でございます。大鳥、地に落ちて餓畜となりぬ。今や世に百害こそあれ、一理を報いず。滅ぼしてしまわれませい。家を継ぎ守り伝えるが英士の務めなら、家が堕落し果てた時に引導を渡すのもまた英士の務め。かなえ様、あなたは何かを傷つけ、害し、ぶち壊す以外に何の裁判も持たぬお方。そんなお方が当主にお生まれになったことには、やはり意味があったのでございます。どうか欲しいままに振る舞われませ。腐り果てた大鳥が倒れた後には、花江様が新たな大鳥を築かれましょう。ご武運をお祈りしておりますぞ。おじい様もお達者でね。ではお嬢様、そろそろ参りましょうか。ええ。して笹川へはいかなる方法で？現状を鑑みるに一工夫必要と思われますが。いろいろ考えてはみたのですけれどもね、考えに考えて考えあぐねた挙句、一周してスタート地点に戻りまして、結局一番芸のない方法に落ち着きました。と言われますと？
鉄道でございます。落ち着かぬご様子で。恥ずかしながら少々。しばらくの辛抱でございますよ。不快を感じてはおりません。お気遣いなきよう。侍従殿は大然としていらっしゃる。シワの数は経験の数でございまして、特にお嬢様と欧州で暮らしていた頃は日常的に利用しておりましたからね。あちらでは電動の列車も普及しているとか。さようでございますね。市街地の短距離路線ではすでにそちらが主流でしょうか。都市間鉄道はまだまだ蒸気機関車が多数を占めておりますが、一部では電気機関車などというものも使われているようでございます。それは電動列車と何か違うのですか？港様がおっしゃられているのは、個々の車両が動力を持つ方式のものでございましょう。それとは別に、電動の機関車が他の列車を牽引する方式のものもあるのでして。ああ、なるほど。要は従来の蒸気機関車を電動にしただけのものですか？その通りなのですが、港様、そういったことをうかうかと口外されませぬように。一部のマニアの耳に入ったが最後、推定42時間ほどの時間をかけて、両方式の発祥の経緯に始まり、機構の詳細、その細かな相違点、そして運用の実態から未来の展望に至るまでを徹底的に講義されかねません。それにしてもあっさりと乗車できたものですね。会津の外へ向かう列車は開戦前に逃げ出したい富裕層でごった返しているそうですが、今逆に会津中心部へ行きたがる民間人はよほどの物好き。席は取り放題でございます。まあ欧州に比べてバカバカしいほど高額な運賃を支払えるならではありますけれども。それはそれとして、自分が気にしていたのは別のことです。現在の会津は戒厳令下も同然なれば、列車はことごとく軍に徴発されているか、あるいはそこまでいかず民間の利用に充てる余地を残していたとしても、乗車にあたって厳重な審査を行うのではないかと。そこは賭けではありましたな。確かに宍喰殿がそういった措置を命じていても不思議ではございませなんだ。されどかの男の気とは十中八九九戦。必要以上に列車を確保しておく意味も、敵の患者の侵入を極度に警戒する意味もあまりないと申せます。そして宍喰殿は無駄を好かぬご性ね。賭けとはいえ総部は悪くなかったのでございますよ。なるほど。そして乗車にさえ成功してしまえば、これが最も高速かつ効率的な移動手段と。座って待っていれば着きますから。懸念すべきは車内でトラブルが発生した時に逃げるのが難しいことくらいでしょうか。そのような危険性が必ずしも皆無とは。
車両は別ですが、笹川軍の一個中隊が我々の愛客でございます。それは顔を合わせるといささか厄介なことになる恐れも。なきにしもあらずで。とは申せ、あれは予備役からの召集兵。任務はどうやら平坦、指揮も装備も相応でしかない様子。油断は禁物にせよ、さほど案ずるには及びますまいて。影明様。は。このままどこかに行ってしまいましょうか。大尉。冗談でしたよ。冗談です。当てのない旅というのも案外面白いものかもしれません。風の向くまま気の向くまま東へ西へと、おそらく退屈せずに日々を過ごせます。良いものですね。特にこれからの季節、道の子温泉ツアーなどするには最高でございましょう。そうね。じゃあ行きましょうか。いつか。はい。ええ、いずれ。港様？すぐに戻ります。どちらへ？動かれると危のうございますよ。
重々承知。反町一蔵。奇遇でござんすね。港の旦那。会津には雪見旅とのしゃれ込みででしたらご愁傷様だ。今年の会津は通陣狙い。お城に塗る気はないらしい。真っ赤な紅だけ唇に引いて息を示そうって魂胆でね。憎いもんじゃありませんか。なぜここにいる？シャレ者が自分だけだとお思いで？オケ。別に聞くほどのことでもありゃせんでしょ。あたしが何者であんたが何者か綺麗に忘れちまったってんならともかくねえ。つまりは猟犬。クライブ・キャノンがお前を選んだ。そういうことか。大和人のお前なら会津内への侵入にさえ成功すれば、あとは笹川軍の存在もさして気にせずに行動できる。だがそれにしても現状で確かな身元保証もなしに越境するような真似が可能とは思えないが、六原お雇いの名はよほどに信用があるのか。なわけはねえでしょ。今はそんなもん厄除けのまじないほどのご利益もありゃしませんよ。全州封鎖なんて大行に言おうが別に城壁を立てて並べるわけじゃない。兵士が銃持って巡回してるだけですからね。穴くらい探せば見つかります。なければないで開ければいいだけのことで。お前の飼い主はそれを許したのか。無関係の者に危害を加えるなとは言わなかったのか。言いましたさ。可能な限りって注釈付きで。可能でなければ仕方ありません。キャノン中佐は分かっておいでですよ。そういう命令の仕方をすれば必ず死人が出るってことくらい知ってて分かっててやってるんだ。だからあの男はやっちまった後で食いたり嘆いたりなんかしねえよ。てめえとは違う。そこまでして彼は俺と大鳥大尉を抹殺したいのか。随分と執念深い。標的は俺よりもむしろ大鳥大尉か。反町一蔵。いくらか血の巡りが良くなってきたようで。こいつはおめでたい。そうか。ならばここは倒産。さて別に通せとも言いませんがね。
あのご令嬢を先に仕留めたいってのはあちらさんの都合。こっちにはこっちの都合ってもんがあって、どっちが重いかってなるとねえ。お前は反町港今日のところはケツをくれてやるぜ。てめえにはもっといい相手が待ってるんでな。何？最高のやつさ。てめえのその虐待もねえ命をぶんどるのにあれくらいふさわしいやつは他にいねえ。おとなしくしてそこで待ってな。反町！なんだ？反町！連結器を外した。
柿沢さん？ねえ、反町です。はい。こちらからも見えましたよ。見事にドボンと落ちましたね。お疲れ様でございます。ま、スポンサーへの義理はこれで果たしたってもんでしょ。終わり？いえ、まさか。そいつはまだですよ。これからがあたしらの本番です。お気をつけて。と言ってるそばからか。やろう。来ますよ。これからって言ってた。予想外の隊員かな？貴様！落ち着いて、冷静になって。ほらが割れる。ね、お願いだからねったら。ミド！動物用語をわざでさ。黙れされるな。
邪魔をするな、村正。待ちなさい。本気なの？何が冗談に見える。殺すつもりで何が不都合か。それがあなたの決断なら私は止めない。でも分かってるでしょうね。私たちは村正、敵だけを殺すことは許されない。落ち着いて。まだあの二人が死んだのかどうかもわからない。うまく助かっているかもしれない。どう考えたって簡単に三途の川を渡りそうな連中じゃないものでしょ。だから捨て年にならないで。ただの感情で誰かを殺したりしたくないのなら、せめて決断で成したいのなら、今は必要なことだけをするべきよ。ミド。致命的部位を避ける。敵機を無力化。しかる後大鳥大尉の救助に向かう。了解。なんだと。バカな。ミド、敵襲来。どこだ。どこってあちこちから。は。言葉を返すぞ。落ち着け村正。俺は敵がどこから来るのかを聞いている。だから上と下と後ろと。おい。敵勢4機来る。何。おかしいのよ、どう考えてみても。私の見立て違いでないなら、あの武者は全速力で突っ込んできて、そのまま全力で殴ってくる。熱量が10あるとして、それをがったりの稼働と筋力増強に5ずつ分配していないの。どちらも10なの？そんなこと、絶対にありえないのに。
それ。最悪で見つけた新種ですかいいね、いいね。その調子だ。その調子で。村正殿を落とせというのは少々注文が過ぎるかと。動かれませぬよう脊椎を割ってしまいます。お月のばあ様、ご無事でしたか？この老体に寒中水泳はきつうございました。さっきから震えが止まりませぬ。手元もいつ狂ってしまうやら。不穏な所作は現に慎んでくださいませ。密着の形から身を沈めて抜き打ち、かわせるかと思ったのですが、年は食いたくないもので皮一枚取られましたな。犬死にをなさるキャノン中佐に命がけの忠義を捧げていたわけでもありますまい。お空の上の愉快痛快びっくりマシンも面白い機体であることは認めますが、惜しむらくは中身。あの大半は単なる素人でございましょう。薬物投与で反応速度と運動能力を引き上げられただけのにわか武者。違いますかな。村正殿の敵とはなりえませぬ。そうでしょうね。野郎の勝つところ見てやりたかったぜ。くそ、よけ損ねたか。左拳鋼鉄破損。なんだよ、直撃でもないのに。なんという最弾力だ。かすめてこれだと直撃した場合のことは考えない方が心の健康に良さそうね。毒の斧を捨てさせたのは失敗だった。結果論だが、どれほどいやらしくともあちらの方がまだしも対処は容易だった気がする。かもね。
しのぎの使用は可能か？今は自殺行為ね。比喩ではなくて。敵機がまた分離して攻撃をかけてくることはあると思うか？どうかしら。カッコの機体性能は大きく低下していたようだし、あれは奇襲か緊急回避のためのからくりで何度も使っては来ないと思うけれど。列車が落ちた地点はまだ近いか？戦闘で移動したから少し離れてる。方角はほぼ真北よ。よし。綺麗に避けられた。でも
危ないところだったかも。これじゃ危険よ。違う。こうしなくては危険なのだ。そうね、忘れてた。あのぶっといやつ。敵機は高速鉄鋼弾を隠し持っている。ただ逃げてはあれのいい的だ。背後から撃ち抜かれその一発で沈む。だがこうして太陽に向かって飛べば照準を合わせにくい。なるほどね。このまま逃げられそうか。待って、敵機後方550。なかなか簡単にはいかないみたいね。早いな。向こうは熱量が単純計算で4人分だもの。機体重量を差し引いてもお釣りが来るんでしょ。どうするの？上や側面に回られたら太陽も関係ないし。こちらの体調は回復したな。ええ、熱管理、血流状況ともにさっきよりも改善してる。戦闘続行に支障なしよ。ならば反転応戦する。了解。今度こそ決着をつけてやりましょう。結局は前回の筋書きをなぞったのね。ああ。どうする？交戦中の敵機に次ぐ。直ちに戦闘空域より離脱せよ。当方は危機の熱量状況を看破している。これ以上の戦闘継続は不可能と断定する。当方に危機を撃墜する意思はない。危機の所属及び目的を当方はほぼ推察しているが、勘案の上で早急に殲滅する必要なしと判断した。危機が撤退するならば追撃は一切行わず、
東方も離脱することを誓約する。繰り返す。この空域より撤退せよ。あくまで交戦継続を望むものならば、東方も応戦せざるを得ない。すでに理解されているものと信じるが、危機の戦力で東方を撃破することは不可能である。危機は戦闘技術において劣弱である。その技量をもって怪奇な機体を操り、ここまで交戦を継続した胆力は称賛するが、引き時を見誤っては豪胆も無駄となろう。東方の打倒を願うなら、まずは良き師範について武者の技を託まされるべし。そのためにも今回は撤退しておくことが最善であると忠告する。決断さえよ。ミド、知ってるって。俺たちの目的を。でも、殺されないんだ。俺たちに逃げろとさ。出直して修行してこいって。でも勝てない。勝てないね。勝てねえ。どうしようか。どうする？どうするって決まってるよ。でもそうだね。勝てなくったっていい。殺せばいいんだ。殺せばいい。殺そう。殺そう。殺そう。ミド、あれ。無駄な真似を。ここで？特攻だと。
ミド気を確かに持って。ミド！危ない。俺は気絶していたのか。ほんの1、2秒ね。敵の頭の突撃を食らって。敵は終わりよ。この高さでは助からない。あえて言うけれど、あれは全くの自滅よ。あなたが気に病む必要はない。行きましょう。することがあるんでしょ。ああ。許さない。許さない。絶対に許さないから。クルス、こなす。
と影明許さない、許さない。ミノ、もう無理よ。やめて、このままだと。死ぬな！死ね！どこだ。なぜ。まさか。あなたは。
許せない。取りたい。国氏殿下、花江様、まもなく刻限でございます。どうぞお支度を。いや、だがシシクよ。殿下、この度の婚約の意義はすでに幾度もご説明いたしました通り、鎌倉奪還のため避けられぬ傷橋でございます。それは分かっている。分かっているが。お分かりならば従われませ。殿下は六原の大和の命運を担うべく生まれつかれたお方。されば己一個の意志などを捨てあれ。何事を決めるにもひとえに国家の利害のみを考慮されればよろしゅうございます。シシク殿、お言葉が過ぎましょうぞ。過ぎ？何が過ぎている？俺は現実をお話ししているだけだ、局。それとも貴様は俺の言葉に嘘偽りが少しでもあったというのか？そうは申しませぬ。そうは申さぬ。では俺の言葉が正しいと知りつつ、それを曲げて殿下に伝えさせようとしたのか。君側の勘。殿下のおそばにはべる資格なし。のけろ。はっ。殿下、繰り返し申し上げます。現実をご説明いたします。足利国氏など何の価値もない。価値があるのは源氏の長者であり、龍軍元帥であり、正三味陸江大将領。よろしいか。これより後は何事をなさるにもこの断りをわきまえられます。殿下、ご命令を。支度をしてまいる。しばし待て。はっ。花江様もお願いいたします。何か？犬。お言葉承りました。ではお支度を。もうまい。お気が済まれましたらどうか控えの前、係の者が花江様をお待ちしております。うんこ。
お前の言葉なんてうんこにしか聞こえんわ。うんこ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 。ライアーあなた様のその下劣な品性だけはついに叩き直して差し上げられなかった。戦場者の血は争えぬということか。あなたの姉君もそうであられた。こんな代物を大君の妃に偽さねばならんとは、大鳥千年の恥に他ならぬ。すべてはこの四宿の力が足りなかったゆえ、どうかお許しあれ、花江様。ことがなった暁には、今度こそ念入りに調教を施し、多少は人がましくして差し上げましょうほどに。離せ変態。犬野郎は血もまずい。最低だ。犬すらむやみに人を噛みはせぬものを。あなた様の少年はよくよくねじ曲がっているらしい。だが見限りはせぬ。夕日様をいただく望みがついえた以上、大鳥家の主はあなたしかいないのだ。いずれは国氏殿下との間に生まれしお子をもらい受けるとしても、つなぎがいる。せめてそのくらいは務まるよう、強制させていただくゆえ、覚悟しておかれよ。覚悟ならお前がしとけや。いつまでもその首、胴体にくっついてると思うなよ。花江様をお連れしろ。はっ。では親方様、こちらへ。なんだ？爆発？榴弾砲だと。敵襲だ！一気に抜けますよ、お嬢様。そこの車両止まる！止まらねば撃つって聞けよ！スワヒリ語でお言いなさい！気が違う人に言葉は無駄でございますぞ、警備の方々。これはありえませんな。ほんとね。全員そう思っていて、なぜこんな正面突破作戦になったのでしょうか。成り行きかと。作戦を考えている間に笹川へ着いてしまったからかしら。だからといってそのまま突っ込む理由はどこにもなかったのでは。まったくその通りでございますな。港様、そういう英知はもう少し早めに披露してくださいませんと。そうね。もう困ったお方。今後は留意していきます。
まあ結果的には図に当たりましたかと。笹川でもたもたしていればたちまち九合府の諜報網に引っかかり先手を打たれたやもしれませぬし。婚約の儀と軍の再編を同時に進める無理が指し物四宿殿をしても根底の警備に荒を生じさせてしまった模様でございます。でなくばこうもたやすくは参りますまい。ところで先ほどから景気よく乱発しているそれは英軍横流しのヘビーフィストでございますよ。年代物ですがなかなか侮れぬもので。どうやってそんなもの。さてさよも詳しいところは存じませぬ。この車とともども手配してくださった家の兄に聞いてみませんことには。不思議よね。こんなのどこで売ってるのかしら。そろそろ奥屋敷でございます。皆様ご用意を。承知。ではまた後ほど。どうかご無事で。影明様。確かめてきますから。村正。鬼に会うては鬼を切る。仏に会うては仏を切る。剣の断り、ここにあり。村正。なんか、今、すごく痛かったのだが。気のせいでしょ。何者か。ここは釈天御由緒家大魔の真人大鳥の邸宅である。無法の侵略を迎えるに剣林弾雨をもってするほか一切の礼はなきものと心得よう。神妙に投稿するならばよし。さああらずんば有名堺をことにせん。あらあら、さすがは腐っても大鳥家、なかなかのご厚情。普通なら「死ねやオラー!」って済ますところですのにね。止まれ。
それ以上の武装侵入は容認しない。従わずは射殺する。名乗れ。名乗れと言われて名乗れましょうか。名乗れ。今日は祝賀の日だ。だからといって血を厭う忍耐がいつまでも続くと思われては困る。女、従え。断る。貴様。下僕に詰問されて名乗る主がどこにいるか、吠える前に分際を知れ。なんだと。わけのわからんことを。鳥羽様、取り合う必要はありません。とにかく武装を解除させましょう。女、銃を捨てろ。他にも武装があるならそれもだ。武装？これをどうして欲しいと？うろたえるな。こけ脅しに過ぎ。武器がどれだけあろうと一人は一人だ。分かってる。その武装を全て捨てろ、女。このあくまで従わぬ気か。鳥羽様、よろしいな。総員、その女を。いや、待て。バローズ、チューニングスタート。その女を銃口を向けてから呼吸を置くな、ドンコツ。通る。あなた様はかなえ様。何故に。何故？わからないのか。大鳥かなえが帰還した。その理由がわからないのか。本当にわからないのか。それとも恐ろしくてわからないふりをしたいだけか。アンサー1、リベンジ。アンサー2、スラッター。アンサー3、リベンジ。アンサー4、リベンジ。アンサー5、リベンジ。アンサー館内の突入を許しただと。国氏殿下もおられるのだぞ。面目次第もございません。襲撃者の戦力は車一台で攻め入ってきたとの報告ですので、せいぜい数人かと思われます。たかが数人を止められなかったのか。この屋敷へ突き進む車を貴様らは赤信号の横断歩道に立っているような心地でただ見送っていたというのか。しかし閣下もご承知であられます通り、今現在ここ本邸の備えは万全とは言い難く。何者だ。国境を突破した進駐軍の工作部隊か。いや、GHQ の手先がどうしてこんな馬鹿げた襲撃をする。あの豚どもならもう少し利口に立ち回る。これは理に合わない。つまり
物の道理などとうに振り捨てた輩の仕業だ。単純愚劣な暴力。肥料も分別もなく、ただこうしたいからこうするのだと言わんばかりのやり方。これは閣下、中将閣下。騒がしい。花江様の御前だ。申し訳。いえ、その花江様の見苦しいぞ鳥羽。貴様ほどの男がその醜態はどうした。亡霊でも見たか。亡霊。そうです。あの獣、あの魔物、あのおぞましい、あの気持ちか。ヤマトから放逐されて、もうとっくにのたれ死んだと思っていたのに、どうして今さら。中将閣下。多少は正気が戻ったか。なら聞け。俺は今役立たずのザレ言に付き合いたい気分ではない。簡潔に報告しろ。何が。姉君です。何。花江様の恩姉君、かなえ様がお帰りになられました。嘘。お帰りになったのです。我々を殺しに戻って来られたのです。我々は皆殺しにされるのです。もうダメです。我々は餌にされます。あり地獄のような女が満足するための餌に。閣下。騒ぐな。花江様の御前である。ですが、かなえ様が戻られたと。かなえ様が非常にとてつもなく危険なのでは。何度言わせる気だ。別に何ほどのことでもない。襲撃者の正体が分かったというだけだ。迎撃に出る。閣下が御自ら。鳥羽さえこの始末ではな。俺が指揮を取らねばどうにもなるまい。貴様らは花江様を奥へお移ししろ。それと表の武者どもを館内に呼び戻しておけ。了解いたしました。それにしてもって思うけれどね。波を拾ってみれば、誰も彼もがそこかしこで、かなえ。ここまで動揺しなくてもいいんじゃない？それとも、この家の視察は、よっぽど習筋への忠誠心が熱いのかしら。違う。そういうことではない。彼らは単に恐ろしいのだ。大鳥かなえが、恐ろしくてたまらないのだ。まるで、あの連中の心が読めるみたいな言い草ね。読める。それより方角は。こっちで間違いない。本当によくわかる。これほど濃密な気配は初めて。一体何があったわけ？
どうも、下のようね。下？地下よ。そう深くはない。多分、このすぐ下の階。どうする？方角がこちらで間違ってないけれど、階段がなかったら困るでしょうね。床を切り破る？銀星号がいかなる状態にあるのかわからん。危険を誘発するような真似は避けたいところだが。カナイ様、お許しを。違うんです。違います、カナイ様。我々はシシク様のご命令に従っただけで、お父様に対する範囲などみじんも。待った！カナイ様、そこまで！お見忘れではございますまい。こちらにおわすは御妹君、花江様であらせられます。巻き添えにしても良いとお思いか。銃を下ろされませ。なぜ？なぜ銃を下ろす必要がある？なぜって当たっちゃうよ。バカ。そんな。Long time no see, my shifter. How are you? どうして私、血を分けた妹と感動の再会を果たした瞬間に紐ですっ転ばされて天津さえ頭を踏まれてるのかしら。弾が耳の横かすめた。やけどした。髪の毛も少しちぎれた。なんか文句あるか？どっちくしょう。ごめんなさい。次はもう少し正確に頭を狙います。なんでねじり込むの？かかとも。今、正確にと狙いますの間になんか聞こえた。空耳ではなくて？そうじゃないことは神様が知ってる。妹に信じてもらえない。悲しい。その嘘泣きで不信度 50% アップだよ。それはともかく、そろそろ足どけてくださらない？何を隠そうこの私、床板に顔をこすりつけるのってあまり好きではなくて。その前に聞くことがある。後じゃダメなの？ダメ。返答次第ではこのまま首を折るから。何？ゆうひくんを殺したのはあんたか？それ本気で聞いてる？ごめん、言ってみただけ。はあ、ひどい妹。髪にほこりがついちゃった。ゆうひくんが死んだことは知ってるんだ。ええ。犯人は？知ってるらしい。そのことは任せていただけません？一人で片付けるつもり？ええ。私は彼の言い名付け。それでも。後で説明くらいはしてくれる？そうね。曖昧な言葉でお茶を濁しやがった。ごめんなさい。それで、何しに帰ってきたの？
愛しの妹の窮地に華麗な参上をするために。華麗な参上が目的なんだ。ちゃんとついでに助けて差し上げましてよ。どういう風の吹き回し？不思議？不思議だよ。これまでは余計な手出ししないでほっといてくれたでしょうが。それが一番いいと思ってましたから。あなたがどんな風にあの男を始末するのか興味もありましたし。ならどうして今更来たの？情勢を見て。情勢？ああ、そういうこと。シシクを殺して進駐軍との開戦を避けるつもりなのね。ご明察。確かに有効な手だけど、そういうつもりなら私に任せておいて。シシクはあと3年生かす。あのクォーターを生かしておくといらない人死にがザクザク増えましたよ。でも3年後には全部取り戻せる。全部？大鳥、幕府、関東、大和、大陸。疑う？疑えたらお姉ちゃんこんなにビクビクしなくて済むんだけど。今日は帰って。さっきシシクが外の武者を呼び戻していたからうまく行き違いになるように。そっちは大丈夫。左右に玄関を守らせてあるから。私がシシクを殺すまで誰も通れません。話ちゃんと聞いてた？シシクの始末は私に任せろっての。質問。何？国氏殿下と結婚させられてもいいの？殿下は悪い子じゃない。それ交際の申し出を断る時の定番台詞。うるさいな。もともと大鳥のような家に生まれついて好きな相手と結婚できる方がおかしいんだ。政略結婚は貴族の義務ですものね。そうだよ。でも一度夢を見てしまいました。夢？政略だけど親の決めたことだけど、それでも妹の結婚は好きな人と結ばれる幸福なものになる。そんな夢。人間手に入れたと思ったものを失った時が一番貪欲になるのよね。どうしろってのさ。妥協しないでいつか政略的にも OK かつ愛のある結婚をしてくださらない？無茶言いやがる。あなたの寒冷邪気をもってすればそんなの簡単よ。保証されてる気にならんわ。さあ妹の未来の恋路のために邪魔する男を馬に代わって蹴り殺してきましょうか。あんたはそれでいいの？何が？だってシシクはあんたの。ええ、だから私の手で決着をつけたい。ごめんなさいね花江。本当の理由はこっち。あの男をあなたに譲りたくないの。大義名分ができなければ我慢するつもりでいたのだけれど、できちゃったのよね。これがあの男を今殺しておくことは大和の多くの人々の命を救うことになる。そしてあの男を今殺せるのは私だけ。あなたにはできない。姉さん。だからあなたに任せるのはやめ。いいこと？花江。姉さんの楽しみを邪魔してはダメよ。これが他の人間のセリフだったら下手な気遣いするなっていうとこだけど、何も言えない。この姉は本気だ。ただ単に。イエス。精神状態が普通ではない人という意味の単語を私が今あんたに向かって言ったと思いなさい。あなたに言われるとへこむ単語ね。父さんの敵討ちまで独り占めする気？妹のものは姉のもの、姉のものは姉のもの。シシクはついさっきあんたを迎え撃ちに出て行った。
多分ホールに向かったんだと思う。あら、そちらから来ましたのに、どこで入れ違いになったのかしら。よっぽど縁がないみたいね、あの男とは。本当に縁がなければ幸いだったがな。あいにくと、とっくに出会っている。シシク、姉さん。3分と50秒前から背後についていたわ。気づかなかったのか、間抜けめ。貴様の邪眼は相変わらず見るべきものに限って見えんらしいな。大義も真偽もいっかない宿さん。そのくせ余計なものはよく映す。愚にもつかぬゲスの目だ。いやしくも大鳥の家系に連なる者が何故王者の目を持たん。王者の目？それがあればイモリも顔負けの動きで壁から襲ってくる変態に捕まらなくて済んだのかしら。重宝だこと。抜かせ。貴様に一手で届く間合いを測っただけのことだ。武人の作法を守るべき時でも相手でもなかろうしな。あら、ならどうしてさっさと殺してしまわないのかしら。俺とて一刻も早く貴様をメイドにつかせたいが、この口が聞き捨てならぬことをこさえた。さあ、言っておくが、貴様の仇討ちごっこのことではない。俺の命を狙う？ああ、好きなだけ狙うがいい。大鳥着流の血を受けながら己一身の復讐しか目に入らぬ、その強量を恥じぬ限りはいつまでもな。そんな精進に俺が首をやると思うか。花江様のお言葉も気にしてはおらん。大和のために俺を利用した挙句切り捨てる腹が終わりと聞いて、むしろ安堵したほどだ。そのくらいの勇とあってこそ、このシシクが仮初めにも頭を下げるに足る。鼻先の物事しか見られぬ貴様よりよほど優れた目をお持ちだ。貴様を捨てて花江様を残した先代はその点に限ってのみ評価できる。先々代に背いた罪を帳消しにするには到底足らんがな。なら何を。その前の話だ。貴様、鎌倉で夕日様が殺害された件について何か知っているのか。俺は貴様の仕業だと思っていた。妹の地位を守るために正当な後継者を殺す。貴様の浅知恵ならやりかねん。今でもその疑いは解いていない。が、ひとまずは貴様の話に耳を傾けてやろう。いえ、かなえ。貴様は何を知っているのだ。尋ねる相手が違いましてよ。そんなこと警察にでも。鎌倉市警か。奴らは事件の公表すらしていない。捜査のための措置という話だが、不可解だ。どうも臭い。いずれ締め上げてみるつもりでいた。しかしそれも今貴様を吐かせれば省ける手間なのだろう。ごまかすな、めぎつれ。夕日様を殺したのは誰だ。それを聞いてどうなさるおつもり。知れたことをどこに隠れていようが見つけ出し、俺の手で首をはねる。何を笑うか。それじゃダメ。お教えできませんね。かなえ。
閣下、これは。遅いわ。貴様ら、侵入者を放って今までどこで何をしていた？いささか連絡が錯綜しており、花江様の他にもか乱を行っている者がいるようで。まあいい。どうせもう肩がつく。二人残して世の者は花江様に随心せよ。このくだらぬ騒動が収まるのを奥で静かに待たれるとのおぼし召しだ。親方様、お供をつかまつります。姉さん。またね。ドア4。さて。まただと？俺がいつまで貴様を生かしておいてやると思うのだ。それとも洗いざらい白状して俺の慈悲を請う覚悟ができたということか？そんな風に聞こえたなら。耳鼻科は間に合っている。いえ、脳内外科に。おい、そこの貴様。ハサミを持ってこい。あと丈夫な紐と釘、それに金槌。かしこまりました。直ちに。大殿。あれは貴様の仲間か、カナエ。まさか。あれが大鳥獅子なのか。追うの？いや。行くぞ。俺の目的は銀星号だ。うまく車を盾にしやがる。しかもババアのくせにやたら速いがしつこいは正確だ。手の縁だ。別班の準備はまだか。まだです。合図はありません。せめてあの壁さえなければ。隊長、小銃じゃ拉致が開きません。ホイを持ってきて一気に。とっくにやってるよ。母さんが館を後ろに背負ってなければな。
玉が壁を破ってお偉いさんに命中でもしたら我々全員打ち首5分だ。それって多分このまま足止め食わされてても同じっすよ。シシクさんのご気性を考えると。要は一発当てりゃいいんだ。一発足がいもねえクソだなバカ、うかつに頭ったんだ。隊長、なんだ。合図です。よし、支援する。敵の注意をこっちに引きつけるんだ。俺に合わせて全員で一斉に。隊長、ババアだ。温度はなんだよ。敵だとまだ隠し持ってやがったのか。最後の一発でございます。では皆様方ごきげんよう。さて、これでしばらくはインターミッションと。福井、なるほど、本命はこちらでございましたか。不気味なくらい素早いばあさんだ。なんで今のをかわす。反復横跳びが日課でございますゆえ。しかし銃は手放しちまったな。上着の下に拳銃を隠し持ってるってこともなさそうだ。ここまでにしとこうぜ。と申されますと。難しいことは何も言ってねえだろ。両手を頭の後ろで組んでそこに伏せな。はあ、これでよろしいので。やれって言っといてなんだけど、やたら素直かなおい。昔からまっすぐで良い子だと言われておりました。どうも。 150% 罠。うん、俺もそう思う。このまま切っとくか。賛成。敬老精神が足りませんぞキック。カポエイラ。いいえ、ただの猿真似でございます。ババア。どうやっても殺すか殺されるかを続けたいらしいな。そのようなことはございませんよ。この年になると戯れでいちいち人を殺すのも億劫で。ですからどうかご安心を。ほどほどのところで済ませて差し上げましょう。とりあえずその口を閉じろ。スタンディングオベーションなさりたいならご遠慮なくどうぞ。こんなのありか。自分の目で見たものが真実でございます。まあ見えないところにもいろいろと真実は転がっておりますけどね。どう報告すりゃいいんだ。ばあさん一人にどつき回されて負けましたなんて言ってシシク様が許すわけねえ。安心しろ。中将閣下は道理を曲げるお方だ。相手が長倉さよだったと言えばそれで納得してくださろう。ドラグーンズ。次から次へと困ったものですね。このババに時代活劇の主人公でも張らせたいのでございましょうか。のどかに静かに余生を過ごすのだけが望みの老体にあまり無理をさせないでくださいませぬかな。お戯れよ。長倉流骨砲術の際まるで衰えたように見えませなんだぞ。10年前散々道場の床に叩きつけられた頃のことを思い出しました。おや、どうも声に聞き覚えがあると思えば昔可愛がって差し上げたお子様ではございませんか。ええ、召喚だけではありません。今ここにいる者の半分はかつてあなたに自尊心をへし折られた経験の持ち主ですよ。
これはお懐かしい。ちょっとした同窓会のようではございませんか。休活を女子、皆で昔語りでもいたしましょう。いやはや、人間をいると、こういう集まりが一番の楽しみになるものでございましてな。せっかくのお申し出なれど、先に職責を果たさねばなりませぬゆえ。まあそう言わず、こんな場合に備えてそこの車に趣向の品も積んでございます。高人、付き合うな。この方は時間を与えれば与えるほど何を仕込んでくるかわからん。老快さで張り合える相手ではない。何も考えずに切る、それだけに徹するべきだ。分かっている。かなえ様と一緒に海外追放された長倉の岸墓地、どれほど始末に負えないかなど今さら教えてもらうまでもない。いいえ、ちょっとお待ちを。今のストップ。はっきり申し上げておきますが、海外追放されたのはかなえ様だけであって、この作用はあくまで自分の意思で同行したのですよ。まとめて捨てられたわけではございません。そこのところを決してお間違いなきよう。200% 信じられねえって目ですな。死の言葉を疑う者は何事も上達しませんぞ。上世史曰く、いささかも資源を信ぜざる者はとてもその奥を極むる人にあらずと。しかれどもし、空手にて剣に勝利すと言わんに、これを信ぜん人はこれもまたその奥に至る人にあらず。都合の悪い部分は意をしないように。高人。ああ、恩師に刃を向けるは無道なれど、これも主命。いや、武の道においてはこれこそが死への報恩と心得る。いいえ、それありませんからな。微妙にもっともらしく聞こえてしまうあたりがくせ者ですが、やっぱりそれって単なる恩知らずですからな。常識的に考えて。一対他の数の差などあなたは気にも留めますまいが、たとえ王郷の達人といえど覆せぬ優劣がある。剣なくして剣には勝てない。お覚悟。相変わらずダメな子たちでございます。一体何を見ているのか。剣ならとうに走行しておりましょう。落王神。お召しの儀は？まず現状だ。国氏殿下のご身辺はどうなっている？近習の武者3機が固めておる様子。3機？心もとない。ならばそちらには俺が名伏を連れて向かう。陣の一組を裏へ回して脱出の手はずも整えさせておけ。情勢の回復が思わしからぬようであれば、殿下にはひとまず屋敷からご避難いただく。小勢に追われて主君を動かすと仰せか。恥辱でござるな。体毛なった後、我が腹をさばいて詫びるべき事柄がまた一つ増えるというだけの話だ。殿下の恩義には変えられん。御意して我らは。俺の後を家内が追っている。殺せ。尋常の兵どもでは当てにならん。あやつらは家内の惨事を耳にするだけで腰が砕ける。敗着費への畏怖は10年の時を経ても拭われなかったらしい。さもあろうかと。貴様らはよもや醜態を見せまいな。あの姫を恐るるは我らとて同じ。それど我らはもとより捨て石の者。惜しむべき何者もござらぬが、差し違いに挑んで打ち果たし申そう。よし、行け。はっ。名伏せよ。
そうして隠れてやり過ごすつもりだったのかしら。落王人の1から6。隠れるつもりもやり過ごすつもりもござらぬ。これは我らの構え、かなえ様を討ち取るための陣にござる。恐れながらあなた様はすでに我らの囲いの中、勝負は決し申した。そういう言葉は戦う前に言ったらいけませんのに、不幸を招いてしまいましたよ。2人ないし3人は果てるでござる。しかし残りの者があなた様の首を頂戴いたします。大した自信、いえ大した忠誠と言うべきなのかしら。そうまでして死宿に猛獣するなんて、黄昏の少々も草葉の陰でお喜びでしょうね。世のため人のため、完成のご改革を闇から支えんとした創立の志はどこに捨ててしまわれましたの？それは大いなる誤解と申すもの。もとより我らに志などござらん。我らは人にして人にあらず、道具たるべく定められたものだ。主の意のままに放られる捨て石にござる。志など無用。主の襟好みもいたさぬ。我ら落王人は我らを欲する主の手に取られ使われるの。なればごめん。そうなら石のように死んでしまえ。なんと。ミド、この辺り、この下。そうか。気配の様子は？とにかく異常よ。相変わらず他に言いようが見つからない。カカ様は一体何をしてるのかしら。やはり強行突破は危険か。そうなると当方にはあなたを殺害する用意がある。しかし解放する用意もある。あなたが当方の要求に沿うならば後者の側を実行に移すであろう。この館に地下室は存在するか？ある。そこへ行く方法は？そこの角を曲がって突き当たりの T 字路を左に折れれば階段が。感謝する。なかなかの傍観ぶりね。放っておけ。そこの角を曲がってまっすぐ。そして左折。行くぞ。あなたに用はないのだが。俺の言うことだ。
中将閣下、ここは我らにお任せを。殿下の恩義をどうか。ざれ口を叩くな。逆だ。貴様ら近習が殿下のおそばを離れてどうする。行け。脱出の手はずはすでに整えさせてある。しかし繰り返させるな。殿下。では、あれが足利四郎国内。今初めて知ったような口を聞くのだな。本当にそうなら、間抜けなテロリストもいたものだ。当方には暴力行為によって達すべき政治的主張などない。家内に雇われただけの傭兵ということか。だからどうした。それで俺が貴様に手心を加えるとでも思うか。あいにくだが、捕虜を取っている暇などない。その首をはねてしまいだ。剣、いつの間に。笹川久保大鳥四宿中将、この道を通していただけるなら、当方はあえて争いを望むものではない。それは逃げ工場のつもりか、バカめ。押し込んできたものを無傷で返して何の苦労か。宣告は丸腰だったから譲ったまで。二度は許さん。貴様の目的が殿下であろうと花江様であろうと果たさせん。俺の前から去りたくば屍になって夜道を行け。御堂、やむを得ん。笹川中将ともあろう者が己を一介の武者となし太刀打ちされる存念とは、ヒップの言うと申し上げたいが致し方なし。一身上の都合により不法侵入させていただいた港鍵焼、不本意ながらお相手つかまつる。当方の剣は上門の城村正、聞きの名やいかに。間がき者に七度無用。
心をそそり飲みては